国際交流員ワクワク動画。 Hi everyone! アイルランドの国際交流員アンソニーです。アメリカのリュークです。インドの空です。今回の動画のテーマは和製英語です。日本でよく使われているのに私たちにとってはちょっと分かりにくいものや全く意味が分からないものもあります。ゲームを通じて和製英語と正しい英語の意味の違いを教えたいと思います。最後までお付き合いをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではゲームのルールを説明します。カードに和製英語の単語が5個書いてあります。私たちが1人1枚ずつカードを引きます。その書いてある単語の中から1つを選びます。そして他の2人にその言葉を説明して当ててもらいます。しかし説明するときに使ってはいけない言葉が3つあります。1つ目、その単語。2つ目、正しい英語。3つ目、私たちが理解できる日本語訳。例えばアイスという単語を選んだらアイスという単語ももちろんですが、正しい英語のアイスクリームと英語のアイスの日本語訳の氷も使ってはいけません。果たして当てることができるのでしょうか？ Ready? Let's go! はい、わかりました。和製英語で言うと、これは人からもらうものです。誰かからもらうものですが、英語で言うとすることですね。動詞です。サービス。人からもらうもの。書いてもらうもの。人に書いてもらうものです。ですけど、英語で言うと動詞。自分でやるものです。何々に書いてほしい。書いてください。あなたのホニャララをください。わからないですか？ちょっとね、思い浮かばない。簡単だと思うんですけど、これのペンの種類もあります。これを書くための。これを書くためのペンの種類がある。有名人に書いてほしいですね。有名人に書いてほしい。サイン。サインです。はい。サインを書いてほしいです。サインです。英語で言うと signature。英語でサインって言うと、それを書く動詞です。Please sign here。ここにサインしてくださいっていう意味の動詞になります。そうですね。これ日本語でこれがものなんですけど、英語でこれは今の大統領の名前です。これはい、トランプ。トランプですね。トランプってどういう意味？カードですね。英語で言うと playing cards。プレインカード。ゲームのためのカードですね。日本語でトランプと言いますけど、英語でそれはなかなか通じない。これはね、毎日使ってるものです。英語の意味だと、例えばどのに頼みをしたときに OK が出る。でも和製英語だと電気製品とかを使うために使うものというのは、例えば電気製品とか充電したい場合使うもの。コンセント？そうです。コンセントですね。英語のコンセント、同じ音のする言葉、コンセントっていうのは人に頼み事をして OK をもらう。コンセント、得られたっていう、OK が得られたっていうことになりますけれども、日本語では物を充電するために使うものとして一般的に言われてるんですね。コンセント。通じません、これは。飲み物ですが、英語で言うと一つの飲み物です。日本語で言うとたくさんの飲み物をこう言います。ジュース。はい。英語で言うと果物のジュースだけをジュースと言います。他のことは炭酸とかは絶対言わないです。なんか知らないこと。これは試験を合格する種類方法。
はいそれ何十じゃあ、カンニング。カンニングですね。英語でカンニングって、動詞じゃなくて形容詞ですね。そうですね。なんかずるいとそうですね。悪知識。悪知識確かにその方がいいっていうなんか人をたぶらかす。なんか騙す能力を持っている人そうですね。はあの人カンニングですねって言います。タヌキみたいな。そうですね。タヌキみたいな性格。日本で言うと。でも英語で言うとキツネ。キツネですね。キツネはカンニングです。ちょっと意味は似てる部分はあるけど、和製語だとこれは家とか建物とかを中からこう変えるっていう意味で用いられます。建物や家などを中からこうインテリアを変えたりとか。リフォーム？そうですね。リフォームですね。英語のリフォームっていうのも大体変えるっていう意味は持ってますけど、大体イメージチェンジとか、いろんな、場面で使えられる単語ですね。なんかいろんなものを変えるっていう意味で用いられますので、人であって建物であっていろんなものですよね。でも和製語は大体家を改造する。はい、この単語は英語で言うと軽く洗う意味だけですけど、日本語では洗うためのものの名前です。ギャグ洗うと笑うじゃなくて洗う軽く洗う意味ですね、英語は。でも日本語は体のあるところを洗うためのものの名前。体のあるところって言いましたね。リンス。はい、リンスです。髪の毛を言うと分かりやすい。リンスですね。コンディショナーですね。英語でこの言葉は浜にある地面だけど、日本語でこれが食べ物。なんか浜辺での地面だけど、日本語でこれがなるほど。サンドです。はい、英語の意味は砂ですね。英語は砂。っていう意味です。正しい英語はサンドイッチという。ハムサンドを注文したら、この人ハムと砂を食べるんですねって思ってしまいます。よく食べるもの、おやつですね。おやつでスナック。違う。待ってよ。ガリゴリ食べるやつなんだけど、テレビとか、映画とか見てる時に食べるもので、日本語でも英語でも意味的には同じなんだけど、日本語の方がちょっと略されてる。映画で食べるもの？まだ映画とか見てる時にポップコーン以外だったら何を食べる？なんかイメージ的にポップコーンだけですけどね。ポテチ？そう。ポテチ。ポテトチップスなんですけれども、日本語では特に和製英語で略されてポテチっていうんですね。これがよく理解できないなって思う時があります。ちなみにスナックが入ってる？入ってない。面白いけど。スナックね。スナックバー。確かに東京に初めて引っ越した時になんか夜に歩いていて、なんか夜にやつを食べるとこいっぱいあるなと思って。確かにスナック、そういう意味ではスナックは違いますね。まずヒントにならないと思うんですけど、僕はこれが大好きです。これを英語で言うと多分、全然違う言い方をすると思うけど、多分みんなも違う言い方になると思います。使いたい単語を使っていいかどうかがわからないのでちょっと曖昧に言ってしまうんですけど、小さい人が乗るものです。小さい人の乗り物です。自分で
歩けない時の乗り物です。ベイビーカー。ベイビーカーです。はい、赤ちゃんの車、すごく可愛い言い方だなと思います。これは服の種類だけど、日本語の名前が英語で通じない。ズボンの種類。ズボンの種類。うん。ズボンの種類で、普通に青だけどね。今アンソニニーが入ってる。今アンソニーが入ってるもの。ジーパン。英語でジーンズという。なんかジーンズパンツでしょ、ジーパン。なんでジーンズだけでダメですか？パンツじゃないジーンズって何ですか？で、ちょっと聞きたいです。例えば、皆さんが働いていて何か問題が起きました。これは、和製語の説明ですよ。何か問題が起きました。電話とかメールが来ました。何々が来ました。問題が起きたことをハプニングっていうんですけど、違いますか？違います。その問題が起きたこと自体じゃないんですけれども、それに対する人からの反応、しかもいい反応ではありません。問題ですから、いい反応ではありません。わかりますか？わかりません。クレーム。クレームが来ましたってよく言いますけど、英語のクレームっていう言葉は、これは何々ですっていうことを主張することをクレームというんですけれども、でも和製語の場合の、クレームっていうのは文句を言うことを大体意味してますね。はい。はい、ゲームの方は終わりましたけれども、2人どうでした？難しかったですか？知らない和製語がたくさんあると気づきました。そうですね、カードの中にこれは何でしたっけって思った単語がたくさんありました。そうですね。で、それをあえてその直訳を使わずこう説明するっていうのはなおさらちょっと難しいなと思った部分がありました。はい。こうやって和製英語と正しい英語の違いを説明して、和製英語のこと嫌いだと思われたかもしれませんけれども、たくさんの好きな和製英語もあります。デビカーもそうですけど、じゃあ一人一個ずつ発表しましょう。私ならアラサーとアラフォーがすごく面白いと思います。なんか自分の年齢についてなんか曖昧な表現ですけど、アラウンド30、アラウンド40、アラウンド40、面白い。私が一番好きな和製語はマイペース。なんか英語では多分そのまま使うことはないと思いますけど、マイペースすごく自分にも合った単語だなと思ったのが一つと、すごい簡単に私は自分のペースでいくことだっていうことを説明できるからマイペース。私の、一番好きな和製語は、プラスドライバーとマイナスドライバーですね。数学の印のプラスとマイナスに、確かにすごく似てるんですね。それが分かりやすい。本当の英語で言うと、マイナスドライバーはフラットヘッドで、説明になるんですけど、プラスドライバーはブランド名でフィリップスって言います。プラスドライバー、マイナスドライバーって言った方が分かりやすくて好きです。はい、皆さんはどう思いました？気になった和製英語や、私たちが言ってない面白い和製英語があればコメントしてくださいね。はい、では次の動画お楽しみに。バイバイ。